本日は揚げ物の回になりますので、料理音もお楽しみください。はい、どうもこんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。マダラを使って料理を作ろうシリーズ第2弾になります。第2弾はね、もうシンプルにね、唐揚げにしていこうかなと思います。なんかただの揚げ出しみたいな感じを作ろうかなと思っております。それでは本編をどうぞ。さあ、それではやっていきましょう。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身その他の料理などを解説を交えてご紹介しております。最新情報のお見逃しがないようチャンネル登録をお願いします。マダラをさばいた動画、そしてマダラの昆布締め白子ポン酢の作り方の動画、まだ見られてない方はぜひそちらの方も見てくださいね。冒頭でタラの揚げ出しを作ると言いましたが、結局ですね、白子の天ぷらと唐揚げを作ることにしました。白子の天ぷらは割と定番ですが、白子の唐揚げはちょっと珍しいですよね。当店の人気メニューの一つになります。それでは揚げ物の準備に取り掛かりましょう。白子は一度霜降りをしました。今回の白子、とても新鮮で、刺身としても十分美味しかったですね。はい。上2つを天ぷらに、そして真ん中の3つを唐揚げに、一番下を白子ポン酢として使用しました。つなぎの粉はいつものように小麦粉と片栗粉を混ぜております。最近では米粉を使ったりしますが、そちらの方が心なしかあっさりとした口当たりに仕上がるので割とおすすめです。天ぷら衣を作ります。あまり混ぜすぎるとグルテンの成分が粘り気を出し、もたっとした天ぷらが出来上がってしまいますので、あまり混ぜすぎないように、そして氷などを入れて温度を下げておくとよりカリッと仕上がります。天ぷら衣を油の中に入れ温度を確認しましょう。鍋底まで沈む前に上がってくるようなら適温の170度ぐらいになります。これが鍋底まで沈み、そしてゆっくり上がってくるようだと150度ぐらい、少し温度が低いですね。反対に天ぷら衣を落としてすぐに表面のあたりでパッと散ってしまうようだったら、それは温度が高すぎる、だいたい200度ぐらいになりますので、その感覚を目安にしてください。具材を油に入れたら少し揺すって天ぷら衣を落とします。その方が薄衣になってより口当たりが良くなります。もたっとした天ぷらになりにくいです。今、天ぷらの具材に花というものを作っています。この花というのは通常揚げた天ぷらにさらにきめ細かい衣をまとわせるという技法です。これを行うことによって見た目が華やかになりますし、さらに細かくサクサクとした食感を加えることができるというメリットがあります。さらに天つゆに浸す時など味が染み込みやすいという利点もあります。ご自宅でも簡単にできますので、ぜひ天ぷらにこの花を咲かせてみてください。いつもの天ぷらよりもワンランク上の仕上がりになると思います。油から具材を持ち上げ、箸の先に伝わる振動を感じてみてください。振動を感じたら天ぷらの揚がったサインです。目をつぶるとより感じることができるでしょう。油に残った天かすは焦げて汚れの原因になりますので、きれいに取りましょう。続いて唐揚げを作ります。
揚げる温度は天ぷらとほぼ同じで考えていただいて結構です。そして見ていただくとわかると思うんですが、白子というのは天ぷら衣をまとわないと、このように非常にコクが出てきます。なので本来は天ぷらを揚げる鍋と唐揚げを揚げる鍋は別々にした方がいいです。ただご家庭で2つの鍋を使うのはとても容易ではないので、そういった場合は先に天ぷらを揚げてその後に唐揚げを揚げるようにすると良いでしょう。うわぁ、降った見てください、この雪。まだ1月ですからね。ここから本番なのかな。さあ、それでは最後、盛り付けの作例に行きましょう。まずは白子の天ぷらから。青みを添えて、大根おろしと生姜の通称山と呼ばれる天ぷら用の薬味ですね。こちらを前に添えて、天つゆで召し上がっていただいております。そしてこちらが白子の唐揚げです。ポン酢をかけて、薬味はネギともみじおろしを添えて、このようになっております。さっぱりと召し上がってください。はい、それでは本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。次回はですね、まだらの子の醤油漬け、それからまだらの親子煮を紹介していきたいと思います。どちらもこの地域の定番料理になっておりますので、楽しみにしててくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。